アニョン、パクンです。今ですね、こちらにジュノさんを招いております。ジュノさんはですね、韓国で大学を通って、その後日本に来て、日本で大企業に入られて、今は Airbnb という、宿泊周りの施設を運営されている方です。その過程の中で、ボランティアだったりとか、いろんな経験もされているというところで、なぜ日本に来たの？なぜ今まで住んでるの？本日聞いていきたいと思います。そしたら、ジュノさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず一つ目の質問ですが、もともと韓国ではどういう仕事、どういう活動をされていたのか。私、大学卒業してすぐ日本に来たケースで、大学ではもちろん韓国なんでみんな行く軍隊や、その後ちょっと休学とかバイトでお金集めて、1年間カナダ、ワーホリ行ったりをしてから、初めての仕事が日本で決まったので、日本の企業がカンナムまで面接しにくださって、そこで受かって、日本でエンジニアとして初仕事。事前に聞いた話によると、韓国でも結構名門大学通われていて、そのまま韓国の企業入ってもよかったんじゃないかなと思ったんですけれども、なぜその日本企業に興味を持ったんですか？韓国だとみんな就活が4年生から始まりますね。でも私は4年生の1学期に新潟大学に交換留学を選択しました。その時すごくいい経験にもらって、日本で生活も知ってみたから、住んでも全然いいなと思って、そのまま帰って、他の人よりは半年以上遅れて就活始めたんですけど、韓国企業よりも日本の企業も一緒に面接することになって、そこで日本の企業が先にオファーが来まして、日本で働くことになりました。新潟大学で良い経験があったっていうことですが、どのような経験があったんですか？新潟はご飯美味しいですし、米美味しくて、人みんな優しいですし、住んでみる前はわからない心配になるのに、実際住んでみたら、物価安いし、住みやすいなと。新潟大学時代の印象に残ってるエピソードはありますか？いろいろありますが、その時日本語がまだまだ下手で、今も順調で下手ですが、もっと下手で、私そこで K-POP ダンスサークルにも入ってたりしてて、そこで私だけ韓国人だから、すごくいろんな日本の人いて、私は全然人を覚えられないじゃないですか、自分からしたら。名前似てるし、その後授業入ったんですけど、女の子一人が座ってて、9個ですと。でも私誰か知らなくて、K-POP ダンスサークルとかで私見たのかなって思って、自分の名前言ったのかなって思って、中野ですって挨拶したら、いや、9個ですって言うからで、後ろで友達が授業休みだよって笑ってた記憶もあります。いろいろハプニングがあったんですね。はい、僕もわかります。最初日本来た時に全然話せなくて、似たようなエピソードがありました。いっぱいあります。ありがとうございます。じゃあそこから日本の企業に内定をもらって、日本行くってなった時に周りの反応はどうでしたか？例えば友達とか家族とか。今はもっと日本が人が就職で来るようになったり、もっと人気だとは思いますが、その時そこまでは話題にはなってなくて、コロナの前だったのもありますし、もうみんな面白そうじゃないぐらいの反応でしたね。当時が2018年ぐらい。19年。19年。じゃあ今来日して6年、7年ぐらい。7年目ですね。じゃあ逆に言うと、その当時、日本の就活に対する情報とかもあんまりなかった時代ですよ。なかったですね。でも大学にいろんな企業が説明会とかよく来ることになってて、いろんな世界の企業も来るんで、そこで日本の企業もってわけですね。わかりました。例えば親からすると、自分の息子が海外生活ってなると、ちょっと寂しいかなと思ったりしたんですけども、そのようにどうだったんですか？そうですね。お母さんは寂しがってると思いますね。でも、ジュノさんがやりたいことあれば、やりなよみたいな感じの。です。応援してくださって、信じてくださる方でした。で、今は7年目経ってて、最近も帰ってきてね、みたいな話はない。でも全然韓国近いですし、大阪行くよりも安いじゃないですか。それで選手もいたですし、たびたび帰ってたら全然大丈夫かなと思っております。ありがとうございます。じゃあ今日本住んで7年くらいだったと思うんですけども、その中で大変だった時期とか、苦労した経験とかありましたか？やっぱ来てから1年になってない間にコロナになったのがありますので、みんな覚えてると思いますが、全然外出られなかったり、仕事もリモートになって、日本にいる意味あるとかもありましたし、韓国も帰れなかったし、コロナで。その時は厳しかったですね。当時1年目、2年目ぐらいだったとしたら、ひょっとしたら周りに仲良い、知り合いとかも少なかったかもなと思ったんですけども、そういったことも大変だったりしたんですか？私が MBTI、INFJ 内向性だったんで、全然大丈夫でした。任天堂やったり、家でいる時間が楽しかった時期なんで。でも逆にそれも韓国でできるから、日本でやる必要ないんじゃないみたいな感じがしたんですかね、コロナの時期に。
どうでしたっけ？コロナの時は大変だったですが、家での時間で乗り越えましたね。でも大変って言われても、日本が自分で合ってるなって思って、あとポジティブなのもあって、大変なことがよく忘れちゃうのかもしれません。なるほど。ありがとうございます。日本が合ってるっていうのは、どういう側面で合ってるって感じてるんですか？ちゃんと自分のことだけしっかりやっておけば問題ないっていうことですね。例えば、韓国社会は少し他人と比べるように、空気あると思うんですけども、日本はそういうのが少なくて、自分がやってることをちゃんとやっておけば、そういうことを意識しなくていいみたいな、そういう感じ。そうです。ありがとうございます。日本で生活してて、ボランティアとかも行ってたという話を聞いたんですけども、それはどのような活動で、なぜそれをしたかったのか。私ずっと子供が好きで、将来子供関係のことをやりたいなって思いながら、でも今の仕事は子供とは関係はそんなにないです。私が起業してから前エンジニアだった知識もありますし、AI とかがブームになったんで、現職エンジニアやってた時はそこまで AI がなくて AI 楽しそうだな。子供に教えたら何でも作れるし活用できるんだなって思って、そこで子供たち募集して小学生と中学生ぐらい子供が好きなことを教えたりしてたんですね。結構自分はやりたかったのは AI 活用とかの方が多かったんですけど、子供が好きな方はマインクラフトマップ作りとかロブロックスマップ作りとかを手伝いしながら、それも AI で検索しながらプログラミングのでできるんで、それで教えたり作ったんです。多分知らないかもしれませんけど、私子供の時はスタークラフトっていうゲームが流行ってて、そこでも同じく自分もマップ作ったりしてたんですけど、それ20年過ぎても男の子好きなことをしてたなと思いました。素敵ですね。子供が好きなことはゲームで、ジュノさんが教えられることは AI とかソフトだから、それを合わせて子供に教えてあげるみたいな。すごい。じゃあ子供は、その教室みたいに参加して、ゲームだけじゃなくて、ソフトウェアとかその AI の知識も身につけれたってことですよね。お金もらってないから、教室までは言えずに、たまたまボランティアでカフェであったり、事務所であったりぐらいです。ありがとうございます。じゃあ、これからは日本で、しばらくはいる予定なんですか？もう自分の会社あるから、自分がいないと会社に潰れちゃう。これからの日本生活で、こういうのをやりたいだったりとかあったりしますか？その後、ボランティアとして、去年の年末だったんですけど、年末みんな帰るのに、個人の子たちは帰るところないなって思って、ご案会を企画したんですけど、それは2ヶ月3ヶ月延期になって、先月ご案会も連れていたことがありますね。それがすごく楽しくて、面白かった経験で、そこで思ったのが、将来はやっぱ子供のための寮を作ることと、人生に対して学ぶみたいな塾や寮を作りたいな。そこにはもちろん商売的なところもあると思うんですけども、根っこは子供をいい大人にしたい、いい環境を与えたいみたいな気持ちがあるよ。そういう子供に興味を持ったきっかけはそもそも何だったんですか？子供に可愛いもの好きで、ペット好きですし、子供好きなんで、どんなきっかけでしょうね。リールスとか見ても、ずっと子供やペットを追ってて。ありがとうございます。もしかしたらもともと企業入ってて、今は独立して会社経営してると思うんですけども、独立したからこそ、そういった子供に関する活動もできるようになったりしてて、これからも日本生活が楽しみになってるような、子供に対する教室作るまでの段階があるとしたら、今は何%もしくは何段階目ぐらいに来てるイメージですか？いやー、全然1段階じゃないですか。10段階まであるとしたら。やっぱ子供の施設はそんなにお金にはならないし、一旦民泊やこっちの委託でも今依頼もらってるんで、そこで増やしていって、とりあえず人を助けるには自分が安定しないとできないことをすごく感じて、自分の収入まずは安定させてから、そこの収入で人を助けたりしたいと思います。ありがとうございます。とても面白いお話でした。ありがとうございます。はい。というところで、こちら、ジュノさん招いていろいろ話聞かせていただきました。韓国から日本に来て、その後独立して、子供のための活動をされているっていうところで、この中で多分日本人か韓国人かっていうより人間として子供をサポートしたいっていうような気持ちがとても感じられて、とても素敵な話だと思いました。というところで、ジュノさんまた2話あるので、次の話もぜひ楽しみにしてください。ありがとうございました。ありがとうございます。